さて今日はですね、この富士フィルム XE5 のお話になります。先日ソニーのね RX1R Mark III を購入したんですけれども、気づけばね半ば勢いでまたこの XE5 も予約購入してしまいまして、これはこれでね使ってみると非常に楽しいカメラで、このカメラが届いてから本当ね毎日のようにスナップ作品を撮りに出かけてます。というわけでね、今回はこの XE5 どうして購入したのか、また同時に選んだレンズだったり、しばらく使ってみて感じたことを、作例とともにねお伝えできればなというふうに思います。というわけで、X シリーズはね今やもう本当実に多彩なラインナップがあるんですけど、改めて、その立ち位置っていうのを整理すると、富士フィルム X シリーズには大きく2つのスタイルに分かれていて、 XH シリーズをはじめとした、クラシカルな一眼スタイル、そして X プロシリーズを代表とする、レンジファインダースタイルの、この2つのタイプがあります。こういったねレンジファインダースタイルのカメラもレンズ固定式のタイプと、交換式の、モデルがあって、今回のこの XE5 は後者でレンズ交換式の最新機種にあたります。で上位にはね X プロが控えているものの、現状ではこの XE5 が、最もね高画素かつハイスペックな、レンジファインダー型と言っていいと思います。で価格はボディのみで約22万円と APS-C センサー搭載のミラーレスカメラとしては金額はねちょっとやや高めではあるんですけれども、X100VI と同じ 40.2 メガピクセルっていう、高画素センサーを搭載していて、エンジンも最新のね X プロセッサー5を搭載して、手ブレ補正は中央7段中辺6段っていうスペックを考えると、価格にはある程度納得感はあります。ただ一方で同じセンサーを搭載している X100VI と比べると、OVF は非搭載で EVF のみ、しかも EVF はね約369万ドットから236万ドットとこっちはなっていて、背面モニターも X100VI の162万ドットからこっちは104万ドットとなっていて、この辺のねスペックに関しては数字を見れば一歩譲る格好ですが、X100VI のね価格が30万オーバーっていうことを考えれば、決してね、見劣りするっていうわけではないのかなと思います。そして今回ねなぜ僕がこの XE5 を買ったのか、もともと富士フィルムのレンジファインダースタイルのカメラはこっちの X100V を持っていて、これはこれでねとても気に入っていたんです。でもねしばらく使ってるうちに、このカメラ意外と飽きが来るのが早いなっていうふうに思うようになってました。理由はシンプルで X100 シリーズは、このね画角が固定であるっていうことと、あとはやっぱり富士フィルムといえば、フィルムシミュレーションですよね。僕はねこのカメラではローではなく JPEG の取っ手出しで、遊んでいたんですけれども、やっぱり色のカスタマイズ性っていうのはそこまで高くない。だから編集して自分の色を作り込むっていう楽しさがあんまりないんですよ。しばらくすると、その色にもねちょっと慣れてしまって、別のカメラを使う、そしてまた富士フィルムの色とアナログな撮影体験が恋しくなったらこっちに戻ってくる、そんなことをね繰り返してました。だからX100VI の購入は見送ったんですけれども、そこで現れたのがこの XE5 で X100 シリーズと同じ操作体系のまま、交換レンズで表現を広げられる。これならずっとね使うシーンも増えるだろうなっていうふうにね思ったんですよ。でさらに大きかったのが最近ねすごい便利だなと思って高画素カメラですごく活用しているデジタルテレコン機能。XE5 も高画素化のおかげでそれも迷わず使えるようになりました。1.4 倍と2倍に拡大できて、2倍でも約ね2000万画素残るので、スナップ用途にも本当十分すぎますし、交換レンズを持ち歩かなくても、気軽にね画角を変えられる、その自由さがまた撮影をね面白くしてくれるなと思います。で今回ね僕ボディ単体で購入して、色はあえてねこの X100V と違う、ブラックを選びました。こっちのね X100V の時には、このデザインならシルバーだろうと、思って買ったんですけど、僕自身もともとねやっぱ黒の武骨さが好きなんですよね。なので実際手にしてみるとやっぱりねブラックはかっこいいですね。
移動中もねこうカメラバッグにしまわずついこう首からこう下げて歩きたくなる、そんな所有欲を満たしてくれるデザインかなと思います。そしてねこの XE5 のボディはシリーズで初めて軍艦部が完全アルミの削り出しになりました。この辺もねマニア心をくすぐっていいですよね。X105 と比べてもEVF の部分もまるでねこう一つのパーツとしてつながるような一体感があって、その質感は見た目以上にこう手に取った瞬間にねこう伝わってきます。でさらにねこの操作性を考えてこうくり抜かれたこのダイヤル周りの処理とか、よりこうソリッドになったこのダイヤルそのものの感触もすごく印象的です。 X100 シリーズにあるシャッタースピードと ISO が一体になったダイヤルっていうのはこの XE5 にはなくて、ここはねシャッタースピードのみになるんですけれども、その分ね見た目はクラシカルな雰囲気というよりはすごくこう洗練されたミニマルさが感じられて、非常にね高級感のある、見た目に、こう上から見てもなってるんじゃないかなと思います。そして新たにフィルムシミュレーション専用のダイヤルが設けられていて、フィルムカメラのこう残り撮影枚数をね確認するようにこの窓を覗き込みながら、操作して撮影するっていうこのカメラのコア機能が、そういったアナログライクなこう操作体系ですごくねこう情緒のある撮影を楽しむことができます。全てのフィルムシミュレーションが、このダイヤルで切り替えられるわけじゃなくて、いくつか固定のものとあとは3つ自分のね好きなものをアサインしてここで切り替えることができます。ちなみに僕のお気に入りはやっぱりクラシッククロームですね。一時期はクラシックネガにすごいハマっていたんですけど、ちょっとこうシャドウ部分の色のりがこう過ぎる時があるので、できればねフィルムシミュレーションはこう適用量っていうのをある程度調整できるようになると、すごく嬉しいですね。あとは割と新しいノスタルジックネガっていうのも、結構ポップな感じになるのでこれもすごくいいですよね。最近なんかすごいこっち系の色味流行ってますよね。すごくインスタの特にリールとかで見かけるんじゃないかなって気がします。そして僕 X マウントのレンズっていうのを、持っていなかったので、とりあえず1本買う必要があったわけなんですけれども、ネットでねリサーチするといろんな人が口を揃えて紙レンズと紹介している1本のレンズが、すごく気になって今回購入したんですけど、そちらもねちょっと紹介していきたいと思うんですが、その前にですね本日のスポンサーであるアートリストに今話題の Google 最新世代の画像生成モデルナノバナナが対応したということで、ナノバナナを使った写真編集っていうのを少しね紹介させてほしいなと思います。アートリストのサイトにアクセスして AI イメージ&ビデオのページに行ったら、このイメージトゥイメージを選んで下のプルダウンに新たにこのナノバナナモデルが追加されてます。でこのナノバナナっていうのは人物とかの一貫性をより強く保ってくれるっていう特徴があって、例えば従来のモデルだとこの写真を夕日のシーンに変更してっていう風に伝えると、こんな感じで確かに夕日のシーンにはなっているんですけど、人物がね、結構別人になってしまっていたところ、ナノバナナを使って同じプロンプトで試してみると、このようにね元の人物の雰囲気をかなり忠実に再現しつつ写真を再生成することができるようになりました。なので人物の写真をアップロードして、ポーズを変えることもできるし、簡単に目線をカメラに向けて表情を自由にこう指定して後から変更するなんていうこともできます。でもちろん人物以外の写真であってもプロンプトの要求を忠実に再現することができるので、Photoshop だとねすごく高度なスキルが求められて時間がかかる、編集作業であっても、テキストで実現したいことを指示すればほんのものの数秒で簡単にこう編集っていうのが完了します。でさらにもう一つこのタイミングで以前にも紹介した動画生成モデルのBEO3 の価格が一気にこう半額になったので、こっちの動画生成の方も、これまで以上にね気軽に使えるようになりました。で料金に関してはこの生成 AI 機能を使うには AI スイートプラン、こちら年間契約月額換算約$14から使用することができて、もしくはBGM とかテンプレートなどアートリストの全てのアセットが使い放題のアートリストマックスプランであれば
ば、こちら月額換算約40ドルからとお得にね使うことができます。概要欄のリンクの方から契約すると2ヶ月間無料期間がついてくるので、まだねこのアートリストを使ったことがないという方であれば、本当動画クリエイターの方には必須のサービスだと思いますんで、ぜひね、この概要欄のリンクの方からチェックしてみてほしいなというふうに思います。というわけでね、以上が本日のスポンサーであるアートリストの紹介でございました。それじゃあ話を戻して、この後は、紙レンズと謳われる、今回ね僕が購入したこのレンズと、最後にこのね XE5 を使ってみて感じた良い点と悪い点をまとめてお伝えしていきたいなというふうに思います。で今回ねこの XE5 と一緒に、僕が迎え入れたのはキットレンズの XF23mmF2 の方ではなくて、この XF35mmF1.4R になります。で F1.4 のレンズで187g と、非常に軽くて、ボディもねとてもコンパクトで、この XE5 とのね相性は本当抜群かなというふうに思ってます。で価格はね家電量販店で、お値段約9万円と、結構ね手の出しやすい価格になってます。でこのレンズね僕初めて手にしたんですけれども、1枚撮った瞬間にね、なるほどなと思わされましたね。数字やスペックを超えて本当ね写りに確かに個性があって、なんともね言えないね味わいを持ってるんですよ。こちらがねこのレンズの MTF になるんですけれども、正直に言ってこれを見ても、光学性能っていう意味では、最新設計のレンズにはねやっぱりかなわないなっていうのが一目でわかると思うんですけれども、でもそんなことはねこのレンズの前では本当もう些細な話ですよ。このレンズの特徴は何といってもねこの輪郭強調の秀逸さになっていて、開放ではね中央部分はすごくキリッと改造して、そして被写体のこのエッジ、ここの部分がすごく鋭くねシャープに映ります。それでいて硬すぎるっていう風には感じさせないのが、周辺にかけてはふっとね柔らかく溶けていく、そんな映りが特徴のレンズかなと思います。開放 F1.4 の、浅い被写界深度と相まって主役が浮かび上がるそのキャラクターは、まさにフィルムシミュレーションとの相性は抜群で、捉えた1枚の作品性をすごくね高めてくれるレンズかなというふうに思います。もうねこれ発売からなんか10年以上経つらしいんですけれども、それでもなおね現役で愛され続けてるっていう理由がねすごくよくわかりますね。余談なんですけれども、とあるねメーカーのレンズ設計をしている人に前にね話を聞いたんですけれども、最新レンズをね設計している人は、先ほどの MTF をいかにフラットにするかっていうことがやっぱり至上命題となっていて、味のある写りっていうことがなんかいまいちピンとこないっておっしゃってたのがすごく印象的でしたね。確かにねいい味のレンズって、抜けが悪いとか硬いとか眠いとか、ボケがうるさいとかっていうのと本当紙一重で、癖が強すぎればやっぱりそれが悪目立ちしちゃうし、本当にギリギリのバランスで成り立ってるんだなっていう風にね改めて思いましたね。富士フィルムのレンズ設計者の人がこれを意図的に作り出していたとするのであれば、それはもう本当職人技ですね。ただねこのレンズスナップ向きかというと、やっぱりフルサイズ換算 53mm っていう画角はちょっとね街の風景を切り取るには少し狭いなっていう感じる場面がちらほらあって、ただ僕のようにスナップ初心者の人にとっては、その狭い分構図の調整がしやすく、いろんなものが映り込む広角よりは、むしろね、撮影がしやすく感じることも結構あるんじゃないかなと思います。ただ XE5 には1.4 倍と2倍のデジタルテレコン機能があるので、スナップ中心の方であればやっぱりね 23mm とか 27mm の方がね使いやすいっていうのは間違いないかなと思います。やっぱりこのレンズメインはポートレートですね。今回ねちょっとまだ僕ポートレート作例があんまりないんですけれども、今後ねちょこちょことX とかインスタにアップしていくので、ぜひねそちらの方もチェックしてみてほしいなと思います。
じゃあ最後にこのね XE5 を使って良かったな悪かったなっていう風に感じた点のまとめなんですけれども、良かった点に関してはこのサイズこのデザインでありながら高画素カメラであり、ダイナミックレンジもね、十分ですし、なおかつ小型でもシリーズ初となるボディ内手ブレ補正が入ったことですごくねこう撮影してて安心感があります。また本格動画機では全然ないんですけれども、6.2K30p や10ビット 4K60p が撮れるっていうことで、短尺だったりあとは旅行 Vlog とかでもね、結構使えるかなっていう印象です。本当デザイン重視の雰囲気カメラじゃなくて中身も非常にしっかりとしているっていう点がこれ非常に良かったかなと思います。で気になる点を挙げるとですね、まずは防塵防滴じゃないっていう点ですね。スナップ撮影をするのにちょっとそこは欲しかったかなと思います。あとねバッテリー持ちもそこまで良くないので、感覚にはなるんですけれども、丸1に撮影するんだったら予備バッテリー 2,3 本は必要かなっていう感じでしたね。また操作性に関してはこのね前後にあるダイヤル、これはX100 シリーズでもそうなんですけれども、これがですね非常に軽くて本当ねちょっとこう手が触れると簡単にこう設定が変わってしまうので、正直ここはもう少し固めでもねいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、というわけで、最近ねちょっといろいろカメラ買いすぎかなっていう気もするんですけれども、先日紹介したねこの RX1R3 は、どちらかというとこう日常的にとりあえずカバンに入れて持ち歩きたいカメラなのに対して、この XE5 はもうほんとねこうスナップ作品を真剣に撮りに出かけるっていうことにすごくこう意欲が湧く、そんなカメラだなっていうふうに今のところ感じてます。あとね、富士フィルムのカメラとしてはこれ珍しくさっき Amazon で見たらまだ在庫があったんですよ。なのでね、この XE5 まだ買えますんで珍しく。はい今回の動画が参考になってね、気になるという方はぜひね、ストアの方をチェックしてみてほしいなと思います。はい、というわけでね、本日の動画は以上となります。今回の動画が参考になったという方はですね、グッドボタンとチャンネル登録で、応援していただければ幸いでございます。ということで、皆さんそれではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。